フワちゃんはテレビからお早い箱になった。二人を出演させたさんまさんとか仲裁役になってお笑いに持ってったら返してきたと思いませんか？まあ、ただ、うーん。まあ、フワちゃんはそれで出たいかもしれないですけど、被害者側の彼女は別にフワちゃんとコンビで出たいわけじゃないよね、というのもあるんじゃないかなと思うんですけども、はい。いやー、だから僕はツイッターで発達障害なんじゃねえのって書いたんですけど、やっぱ基本的にはね、やっぱ感覚ずれてる人だと思うんですよね。フワちゃんがどうなるのかっていうのがちょっと興味あるんですよね。フワちゃんってもともとマイナスをみんな許容してた人じゃないですか。遅刻をするとか、タメ口を聞くとか、マイナスはいろいろあるけど、そうは言っても面白いよねって。まあもちろんフワちゃん面白いと思ったことないって人もいると思うんですけど、まあ少なくとも面白いという評価を受けていて、で、そこで面白いよねっていうので芸能界に続けてるじゃないですか。で、その当事者がいいというのであれば、僕はいいと思うんですよ。確かに書いてたことひどいし、フワちゃんがやったことはひどいと思うんですよ。ただ、どうだろう。やすこさんが別にそれに対してお互いがいい、OK ですってなってるんだったら、あとはまあ、フワちゃんは悪いやつだよねというところあるけど、日本のメディアにも出してはならないというほどの罪かというと、そうではないと思うんですよ。やすこさんがもう不破はできんなって言ったら、よし、できんだってわかるんですけど、フワちゃんに対して、そう、やすこさんはさ、もうこの話しなくていいですって言ってるわけでさ、なんか、じゃあもういいんじゃねっていう。で、確かにやらかしたことは悪いことだし、やらかした人を許すのが当然だよねというので、やすこさんを責めるっていう人も出てきたっていうのは良くないと思うんですよ。何らかのペナルティはあった方がいいと思うんだけど、それでじゃあ、世に出てこれなくなるようなことっていうのはどうなのって思うんですよ。はい。先日、フワちゃんの件は10年前の僕と同じでした。僕は大学入学当初、まだ原因不明だけど、自分がボケてるつもりないのに、他人から笑われるからお笑いサイクルになりました。やがてフワちゃんの3分の1サイズの同じ気象点結を経て、僕は大学時代に発達障害自覚診断を取り、下手に社会に出ない方が安全と判断しました。当事者と言いますが、発達障害は日本で生きられない。日本で生きるのが難しい発達障害もいるというだけなんですよ。発達障害とは何ぞやっていうのは結構難しいんですけど、ざっくり講義でいくと、10人に1人発達障害って言われる要素を持ってるんですよね。だから僕も多分発達障害と言われる要素を持ってるんですよ。で、多分3人ぐらいお医者さんに診断に行ったら1人ぐらいは多分発達障害の診断出すと思うんですよね。発達障害とは何ぞやっていうのが、何らかの性格だったり、能力だったりで、社会で問題を起こしている人が発達障害という診断を得るんですよ。アマゾンの創業者でベゾスさんっていう人がいるんですけど、ベゾスさんって考え事をしてしまうと、ガチで周りのことが見えなくなってしまうっていう人で、なので、ベゾスさん会議中になんか突然これなんだろうって考え出すと、もう考え事モードになってしまって固まっちゃうんですよ。ベゾスさんの椅子だけ下のローラーになってゴロゴロゴロっていう椅子になってるんですけど、あれで次の会議室まで他のスタッフが押してくらしいんですよ。で、ベゾスさん椅子に座ったまま考えたままで、ふって気がつくと別の会議室にして別の会議になってるみたいな、っていう状態だったりするんですよ。イーロン・マスクとかも結婚しているにもかかわらず、子会社の役員にした若い女の人に精子提供をして子供を作って、それを自分の奥さんに言ってなかったんですよね。仕事だからって言って、その会社とずっと密接に仕事をするわけじゃないですか。イーロン・マスクさんって仕事大好きなので、会社の工場で寝泊まりしたりとか、会社にずっと泊まり込んだりするんですよ。っていう感じで、子会社の女性幹部ともずっと一緒に仕事をしてるんですけど、で、ある時になんかね、1歳か2歳ぐらいになって、その女性幹部が子供を連れてきた時に、お父さんとして振る舞ってるのを奥さんが見て、どういうことって言ったら、精子提供したよって言って、めっちゃ揉めるっていう。本当に精子提供だったのか、どういう形で提供したのかわかんないですけど、はい。お金持ちだから、イーロン・マスクすげえって言われてるんですけど、モラル的な面でいくと人間として相当ひどいんですよ。他人として見るとめちゃくちゃ面白いんで僕は好きなんですけど、別にほら、友達でもないしさ、イーロン・マスクの彼女でも奥さんでもないから、イーロン・マスクがどれだけひどいことをしても僕にデメリットは何にもないから、だから別になんか、やっぱ狂ってんだ面白いなと思うんですけど、そういう人が発達障害かどうかっていうのでいくと、偉い人で社長だから何の問題もないですけど、一般会社員だったら完全アウトだと思うんですよね。そういうのがあったりするので、なので、発達障害でも社会で問題がなければ別にいいよねっていう形で許されてるので、なので厳密な形で能力で言ったら発達障害っていうのは大体10人に1人ぐらいいるって話なので、僕も多分社長業的な状況にはなってるので、会社員ではないので、やらかしても遅刻してもなんとか暮らしていけるんですけど、でもこれが会社員だったら相当難しいんだろうなと思うんですよね。結局
社会で生き残るためのある程度の才能というのがあって、で、そうすると欠点を凌駕するだけの才能があればいいんですよね。だから僕が時間を守れないとか朝起きれないっていうのは、別になんか時間守れなくても朝起きなかったとしても、他にできることがあるので、他の部分でこいつはこう、社会の中で価値があるよねってなってれば別にいいっていうのがあるので、なので、軽度の知的障害で社会的にうまくいっている女性って結構多いんですよね。女性って見た目がいいと結構社会的にいいとこまでいけちゃうことが多いんですよ。なので、話してみると、この人、軽度の知的障害だよねっていう、で、本人に聞いてみると、そうだよっていう人って結構いるんですけど、でも別に見た目も可愛いし、話をする分には面白いから、全然問題ないよねっていうので、なので、じゃあその人に経理の仕事をしてくださいって言ったら、会社の中で会社員として経理の仕事をしたらアウトなんですけど、でも別にじゃあそれなりに面白い話をしてくれて、楽しかったよねっていうので、飲み屋かなんか談笑してる分には何の問題もないんですよ。能力とそこに要求される仕事に対しての必要な技能の話で、楽しくお酒が飲めて、料理ができてというだけで、別にじゃあ飲食店で働くには何の問題もないよねと。でもその人に会社員やらせたら全然アウトだよねって話なので、能力によって何ができるかって話だと思うんですよね。例えば武井壮さんって能力値が高いと世間的に言われてるんですけど、あの人会社員にしたら多分全然使えないと思うんですよね。足が速いとかさ、会社員って全然いらないでしょ。会社でさ、よろしくお願いしますって入ってきたやつがさ、俺ライオン殺せるっすとか言われてもさ、いや、うちの会社はライオンとか殺さないんで、その能力全くいらないんですけど、みたいな。100メートルめちゃくちゃ速いっす。いや、大阪出張新幹線乗るんで、走っていくわけじゃないんで全然いらないんですけど、みたいな感じで、マジ武井壮さんってマジで使えないと思うんですよ、会社員だとしたら。で、あの人毎日必ず100メートルで走るのを1時間ぐらいやるじゃないですか。夜中とかの会議中に、今走る時間なんだよ、みたいなので、六本木とか走り出しちゃったりすると、また行っちゃったよ、みたいなね。スポーツ上手いとかって、社会的にはすげえ評価されるんだけど、会社員としては、基本的にはスポーツ上手いは何の役にも立たないんですよ。スポーツをやってた人は、チームワークで人と一緒に関わるという仕事をする中で、チームワークで物事を進める能力が高いというのがあって、スポーツをやってた人が優秀だよねはあるんですけど、スポーツそれ自体の能力が大事なわけじゃないんですよ。ノッコンさんって150キロぐらいあって、ブレイキングダウンとかにも出てる、もともとラグビーの日本代表まで行ったんだっけ？めちゃくちゃ強い人がいるんですけど、実業団で会社員だったらしいんですけど、でも150キロあってめちゃくちゃ強いとかって、会社員としてやっぱり必要ないんですよね。超絶強いし、あの人が本気でぶつかったら多分誰も勝てないんですよ。全員吹っ飛ばされて終わるんですけど、でもその能力って会社員としてはいらないじゃないですか。なので会社員として必要な能力というのを割と社会の人って重要視しすぎてるんですよね。だから別に会社員じゃなくても社会で暮らせるじゃん。武井壮さん別に会社員やってないじゃないですか。ノッコンさんみたいに YouTuber やりますとか、格闘家として生きていきますっていうのも全然いいと思うんですけど、いろんな生き方世の中にあるよねっていうところで、別に会社員ができないは、僕会社員にならなければいいだけだと思うんですよ。スポーツ不得意ですっていう人は、スポーツやりません。だから会社員不得意ですっていう人は、会社員やりませんっていうだけじゃないですか。別に向き不向きの問題なので、無理して自分の向いてないやれないことをやる必要ないと思うんですよね。でもなぜか会社員になる能力がない人は、社会的には厳しいみたいになっちゃうと思うんですけど、中山きんに君とかだから会社員としてはひどいと思うんですよね。やたらパワーしか叫ばねえし。お笑いで笑いを取ってくれって言ったらそこまで取れないっていう微妙なところなんですけど、でも中山きんに君も YouTuber としては全然うまくいってるじゃないですか。筋トレの仕方とか教えたりして。なので、どういう能力があって、それが社会に活かせれるかどうかっていうので、世の中としては僕すごいいい社会になってるなと思うんですよね。ADHD です。感情のコントロールが効かず困っています。どうやったら切れないようになりますか？まず、ADHD なので、切れないようにするのは無理だっていうのに気づいてください。僕 ADHD はないですけど、遅刻をしないのは無理であるって気づいてます。なので、遅刻をしない人間になろうってやると多分無理なんですよ、能力的に。できないことをやろうとして難しいので、なので、遅刻をしても困らないようになろうっていうので、学生時代とかって待ち合わせをする時の待ち合わせ場所を必ず本屋にしてたんですよ。あとコンビニとかね。で、そうすると20分30分遅れても人は本を読んでると怒らないんですよ。例えば、ハチ公前ねとか言われて30分待たせると、ハチ公前って何にもすることないじゃないですか。ハチ公見てても多分ね、30秒以上見れないんですよ。でも、本屋にしとくと、人は本読むんですよ。で、遅れてくじゃないですか、僕が30分後に。で、30分後に遅れてると、大抵なんかの雑誌読んでて、来たんだ、ちょっと待っててって言って、で、その人が今度は僕を待たせるんですよ。霧のいいとこまで読むから。で、霧のいいとこまで読んで、僕待ってますと。で、終わって、ごめんごめんって、今度は30分僕待たせたのに、2、3分僕がそこで待ったせいで僕が謝られるっていう、そういう状況になるんですよ。
なので、本屋超便利って思ってて、割と本屋使ってたんですけど、大人になると、あんま大人って本屋で待ち合わせしないんですよね。コンビニもなんか最近立ち読みがしづらくなったみたいで、なかなか厳しいですよね。今の会社は ADHD と ASD の割合が 10% を超えており、正直業務にある程度影響が出ています。仕事で成果を出すということは正直諦めていますが、一人一人はいい人なので、ちょっとずつでも治ってほしいと思っています。本には不審な病って言ってますが、治ったり寛解したりするものなのでしょうか。ADHD とか ASD は病気ではなく、そういう性格という風に理解した方がいいと思うので、なので、症状が出ないようにコントロールをするとか、その症状の範囲内で働けるようにするっていう形で、ある程度調整したりとか順応することはできるので、治すではなく順応するっていう方向で考えた方がいいんじゃないかなと思います。障害者雇用で働いている ADHD です。診断を受けていないのに ADHD を自称する人がいる理由は分かりません。私は診断されて良かったこと、IQ テストで得意不得意を調べられたことと、支援機関に助けてもらえたこと、障害者手帳で地下鉄代が安くなったくらいですが、全部診断書必要なので自称だと何も手に入らないですし、病院に行こうとすらしないと本当にそれが原因か分からず自分は障害者と自己暗示をかけているド M になってしまっていると思います。ある種の自分を守るための行動だと思うんですよね。すげえ自分が無能なんだけど、その無能であるというのを自分が無能で頭が悪いからこうなっているというのではなく ADHD という病気のせいでこういう状況になってるだけであって自分が頭の悪い無能ではないと思い込みたいんですよ。なので診断を受けて何もかかわらず ADHD だから集中力が続かないんだよとか、例えば頭が悪い人って多くの場合勉強ができない人が多いんですけど、で勉強って大体ちゃんと努力して時間かければほぼできるんですよ。日本の大学受験レベルであれば。でも机に座って勉強するということができない、我慢ができないっていう、我慢ができない自分が欲に対して流されやすいっていうのを自分のこらえ性がないという問題ではなく ADHD であるっていうことにして正当化したいんですよね。なので僕我慢ができない無能な頭の悪い人なんだよねって説明するんじゃなくて、いや ADHD だからしょうがないんだよって言って同情してもらいたいっていう。でもバカで頭が悪くて我慢ができないっていうと誰も同情してくれないじゃないですか。でも病気っていうと同情してもらえるし、自分自身も自分が悪くないと思い込めるんですよっていうレッテルとして使いやすいので使ってる人っていうのが結構いるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。